トバイ女子部キャンプツーリングから帰ってきました。イエーイ。ルリコです。国友愛香です。まちょこです。はい、ということで今日私が乗ってきたのはモトグッチの V7-3 ストーンというバイクに乗ってきました。普段乗ってるバイクとあんま、ね、違うね。そう全然系統が違うんだけど、今回乗ってきたのはもうほんとクラシック系のバイクでベーシックっていうかそんな感じのねバイクだったんだけど、私すごい左右対称のバイクが好きなんですよ、個人的に。あ、そうなんですか。なんか後ろから見た感じの左右対称のバイクが好きなんだけど、その2本出しのマフラーがね出てるのがすごいかっこよくて、あと全体的になんかこうマットな感じで仕上がってて、統一感めっちゃ良かったですよね。色味のすごい大人っぽい感じだったデザイン性がすごい。であんな感じのレトロな見た目だったんだけど、なんかね灯火類が全部 LED なのね。そうヘッドライトとか、あとウィンカーもね結構シュッとしてて、で後ろのリアのウィンカーもシュッとしてて、あの見た目とさ反する感じがなんかね、いいなと思って。まさか LED が使われてる。確かに全然そこ眼中なかったですもん。まさか本当になんかこう縁に沿って丸い感じで、そこだけ見るとなんか最新のバイクみたいな感じなんだけど、面白い、かっこよかった。取り回しとかどうだったんですか。取り回しは今回そのキャンプツーリングに行くから荷物をこう結構大きいのをドンドンってやってたのね。乗せてましたね。乗ってたんだけど取り回しもすごいしやすくって、なんかねハンドルの位置がちょうどいいのと、あとなんかこうシートをね持ちやすかったから、もう普通に取り回しもできたし、あとねシート高が結構ね低いんだよ。770mm、なんだから私身長161センチなんですけど、足つきも結構よくって座りながらね、動かすことができたから、そうだから女性の人でも乗りやすいなと思って。取り回し的に確かにですよね。でかい坂道とか怖いじゃん。わかります。そういう時にいいなと思って。でシート自体が結構ふかふかなの。そうめちゃめちゃふかふかで、結構距離長い時間乗ってたじゃん、乗ってたんだけど全然疲れなくて、そうお尻全然痛くなんなかったから、多分まだ全然いけたかな。まだ全然もっと遠くまで行けたね。休憩なしでいけるぜみたいな。休憩が欲しいかな。それ私というか普通に休憩なしでいけるの。高速乗ってみるとどうでした？高速乗っててなんかね本当無になるぐらい良かったってことですよ皆さん。そういうことですよね。もうなんかモトグッチのエンジンってこう V 型のエンジンが特徴的だと思うんだけど、街乗りだと低回転の時だと結構ドコドコドコっていうのが感じられるんだけど、ある程度高回転になるとなんかもっとスーって感じでいってくれるから、だから高速乗っててももうスーって感じで気持ちよく乗れました。特になんか不安なこともなく、気持ちいい感じでもうロングランも楽しめたってことです。雨降ってきたじゃないですか。途中降ってきた。それどうでした？雨はしんどかったけど、雨自体は自分が受けたらしんどかったけど乗りやすかったし安心して乗れたから、それこそもうずっとねいけるかなみたいな。怖さもなく全然大丈夫だったってことです。V7-3 ストーンってなんか ABS とトラクションコントロールがついてるみたいで、だから今日の雨だったんですけどね、路面が悪い状態でも ABS とかついてるから、なんか安心して乗れるっていうか、安心感でかいね。安心感 ABS ついてる安心感大きいですよね。私いつもついてないバイクに普段乗ってるから、それこそ安心して乗れたかなって思いましたね。高速乗って降りた時の街乗りの感じとかどうですか？お回りしたりとか。す
すごいしやすかった。やっぱしやすいんですね。そうでやっぱさっきも言ったんだけど、そのね街乗りの鼓動感っていうのが本当に良くて、なるほどなるほど。ドドドドドドドっていうねまた高速とは違う街乗りの良さも全然あるよっていうことですよね。そうなんかこうシフトアップしていくたびにこうダダ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 っていうのがモトグッチ乗ってる私みたいなね。ちなみにどっちの方が好きでした？上乗ってる時と下、私どっち下の方が楽しかったかな。下だったんですね。操ってる感じが乗ってるぞっていうのがよりやっぱエンジンで感じられるっていう。でもそれ結構会社のモトグッチさんいいとこかもしれないですね。なんかやっぱ会社ってちょっとなんかハードル高いじゃん、乗り始めるのに。なんかそれこそ初心者の人とか、一番最初のバイク選ぶ人とかいきなりモトグッチみたいな感じになると思うんだけど、本当に乗りやすかったから1台目の人とか本当女の人にも、ぜひ乗ってもらいたい。モトグッチ乗ってるってかっこよくね？かっこいい。女の人乗ってるとめっちゃかっこいいかもしれない。かっこいい。なんかセンスいいな。そう。そこ行ったんだ。かっこいい。そう。で見た目だし、なんかおしゃれ乗りたいなって私は思って、今日もなんか借りたんだけど、これすごい似合ってますよね。ライダース、ルリコさんが乗ったやつ結構やっぱライダースが服装で超合いますよね。こういうね、なんかポイントになる素材の。そうポイントになる赤みたいな感じのも着てもいいし、あえて全部黒でまとめるっていうのがかっこいいかな。私好きそれ。私好きです。可愛いね、まとめてヘルメットもマットにしてみたいな。かっこいいな。そんな感じに乗りこなしてたらちょっと気になるよね、その人のこと。それでね、キャンプツーリングですからね、またかっこいいみたいなね。そう積載もすごいしやすかったから、積載してもそのシートに結構ね余裕があったから、キャンプツーリングも行けます。めっちゃどんくらい乗せてた？もうほんとすごい大きいバッグだった。そうだよね。めちゃくちゃ大きいバッグにさらにテント。そうだ。テント上に乗せたんですね。乗せてた。だから、乗りよりはちょっとこう足をこうグッて入れる感じだったんだけど、なんかね乗せてるのすっかり忘れるぐらい。すっかり忘れてたから降りる時にこう普通に足ガンって当たっちゃう。そう本当乗りやすかった。はい、ということで今回私が乗ったバイクモトグッチの V7-3 ストーンのご紹介でした。